前回とは少し違った分野になりますが、皆さんに楽しんでいただけるよう、そして少しでもね、体が元気になってお役に立てればというお話ができればと思っています。さて、本日のテーマはここにありますように、腸を整えて体と心を元気にするということです。最近よく耳にする腸活というの、実際にはどんなことをしていたらいいんだろうと思いませんか？なぜ腸を整えることが大切なのか、そんなお話をさせていただきたいと思います。ぜひね、リラックスして楽しんで聞いていただけたら嬉しいです。はじめにいくつか皆さんにちょっとお聞きしたいことがあります。はい、質問1、ストレスを感じた時にお腹の調子が悪くなったことありませんか？私は実は昨日ちょっと緊張してて、お腹の寒さもあったのか、ちょっとお腹の緩くなったんですけど、なんかお腹の調子が気分によって悪くなったことある人いませんか？ありますよね。中にはね、皆さん丈夫そうで嬉しいです。じゃあ質問に、最近ため息をついたことありますか？ふーとかとか、ため息ついたことありますか？ありますよね。はい。じゃあ味噌汁や納豆、漬物など発酵食品というものを食べている方いらっしゃいますか？わあ、さすがです。素晴らしいです。嬉しい。ありがとうございます。今のね、皆さんのお答えを聞いて、今日は皆さんにとって役に立てることがお話しできるようだなと確信しましたので、改めてよろしくお願いします。まず最初にね、ちょっと簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。私、元は東京生まれ、東京育ちです。ただ主人がね、福岡の人なので、半分福岡人になっています。そして今いるお寺、慈光園、カリヒにある慈光園というお寺が沖縄の人たちのお寺なので、今はちょっと自分は沖縄の一南中だと思っていますので、よろしくお願いします。で、さっきね、みーこさんが言っていただいたように、そこの慈光園のプレスクール、ルンビニプリスクールで今はダイレクターとして運営をさせてもらっています。はい、ハリケーン日記って覚えてますか？覚えてるね。私この時カウアイにいたんです。イニキサバイバーなんです。実はね、うちの主人とハワイに引っ越してきて1年目になってカウアイに赴任が決まりました。引っ越して2ヶ月目で家が全壊、全てを失いました。私だから堂々とイニキサバイバーと言っています。そしてね、皆さん 9/11 というとテロを思い出すと思うんですけれども、私にとっての 9/11 はイニキなんです。この時子供がいなかったので、半分はちょっと楽しんでサバイバル生活を過ごしました。そして今はこのルンビニプリスクールで今5人かなの子どもたちと10人余りのスタッフと一緒に毎日頑張って朝の6時半から働いております。はい。でもね、こんな私でももう40代後半から更年期どっぷり使って、さっき言いましたように体ボロッボロだったんです。でね、更年期ってね、もう皆さん住んだ方が多いと思うので、どんなだったか覚えてらっしゃると思うんですけれども、私、片頭痛は日常茶飯事、サイナスや気管支炎、首のね、リンパ腺が腫れたり、両耳が中耳炎になったりして、とにかくいつも体調を崩していました。抗生物質がどんどん強くなって、それで良くないと分かってても手放せない抗生物質、そして、もうストレスとかで膠原病とかアレルギーになり、逆流性食道炎になって強い胃腸薬も手放せない。そのうち精神安定剤や睡眠薬や薬瓶が並ぶ。こんなの嫌だと思いながらもどんどん増えていった時に、とうとう最後に薬害ですよね、薬の過剰摂取で、急性腎不全になってしまって、もう本当に入院してしまいました。救急車で運ばれて、でもう命の危機になったっていうぐらいです。うちの主人は半分諦めたと言っていました、その時に。でもおかげさまでなんとか、復活しました。でね、その時もう薬は嫌だね、だって薬害です、薬の過剰摂取自分でも分かっていたので嫌だと思ってもどうしていいか分からなかったんですね。何をしたらこの薬生活から出れる。
その時にお友達に勧められて出会ったのが、ハワイではね、皆さんおなじみのノニというフルーツでした。はい、そのノニのフルーツを取るということで、自然のもので自分の力で元気になれるんじゃないのかなっていうことを学んだんですね。その時に体調が少しずつ良くなっていったんです。そしてその時に出会ったのが、さっきね52ファスティングって言ったので、実は5-2ファスティングというもので、週に2日、例えば月曜日と木曜日連続しない2日をファスティングするというものなんです。でも私、見ての通り痩せていません。食べないファスティングではなくて、元気にするファスティングだったんですね。それではファスティングを実践することで、私は元気と体力、そして気力を取り戻したんです。こんなにリタイアしたいと思ってたのが、この学ぶ、皆さんがね、さっき歌にもありましたように、学ぶということの楽しさを知ったんです。で、このご縁から、この5-2ファスティング協会のカウンセラーになるという資格を申し込みました。で、半年間講習を受けて、上級カウンセラーにはなって、そしてその時に学びをもっと深めたいということで、分子栄養学の講座も受けています。今も継続して、過去3年間から今も毎月継続して受けています。最初はね、痩せたかったんです。痩せるために始めたファスティングでしたが、続けるうちに腸を整えることで体が根本的に健康になり、精神的にも元気になれるということを実感したんですね。そのため私の今のクライアントさんの中には、何人か続けてがんの闘病をね経た後に体調回復などを目指している方も増えていきました。そのように本当に腸を整えると、がんでボロボロになった体も元気になるということをその方たちに証明していただいています。かつてはね、もう何もやる気が出ない、リタイアしたいと思っていた私ですが、今では学ぶことが楽しくて、それを今このように皆さんに伝えることの素晴らしさを実感している毎日を送っています。でね、毎日元気でいたいっていうことからということで、今日はね、大きく3つのことをお話しさせていただきたいと思います。これノニです。私の出会ったノニなんですけど、で、毎日元気でいたい、その鍵は腸の中に隠されているということなんですね。今日お伝えしたい3つのこと。腸こそ生命の起源。私たちの体は腸から作られている。そして深呼吸もしてみましょう。呼吸は腸の健康だけではなく、体全体の健康に結びついています。そして皆さんの大好きな発酵食品、これはね、微生物によって発酵させた食品のことを言います。そう、私たちの体は腸から作られてるって知っていましたか？生き物みんなね、最初に受精卵になって、それが割れて、受精卵の最初に生まれて、受精卵の外側がくぼんで、その口が閉じて腸が作られて、そして肛門になるんです。だからね、微生物とか小さいものの中に口とお尻しかないものもいますよね。それほどその間にある腸というものは生命にとって一番大事なものだということがわかると思います。生き物にとって腸こそ生命の起源、腸が大事ということを皆さんが分かっていただけると思います。腸はね、よくこの話聞いたことありません？腸と脳の関係。腸は第二の脳って聞いたことありませんか？っていうのは、皆さんね、気持ちって、あなたの気持ちって胸にありますよね。心臓のあたり、ここに心があるなんて思うんですけれども、怒った時何と言いますか？腹が立つ。腹が立つ。そうなんですよ。お腹なんですよ。見てください。人の気持ちはお腹次第ね。腹を探るとか腹を決めるとか、気持ちを表す時、お腹の言葉をよく使いますよね。また英語でも第六感のことをガッツフィーリングって言うんです。その他にもね、今日みたいに私みたいに緊張するとかドキドキするっていうのを英語で何て言います？バタフライ in my stomach、 蝶々がお腹の中にいるっていうことを聞きますよね。あと直感に従うっていうのは Go with your gut、 お腹のね、直感に従う。その他に勇気がなければ成功がないっていうことは No guts, no
語でもね、お腹っていうのは気持ちとかをすごく表すことに使われています。だからね、腸の健康が本当に不安や気持ちの浮き沈みに健康するということなんです。ですから腸こそ生命の起源、感情や性格のサインはお腹から送られているということを皆さんちょっと理解していただけたかなと思います。実は腸には迷走神経という太くて大きな神経が実際に埋め込まれているんです。その繊維の 90% までが腸と脳をつないで情報を運んでいるんです。すごいと思いませんかね。迷走神経は脳神経の一つで第10脳神経とも言われています。体の中で最も長い神経の一つで、迷走という名前の通り首から胸、胃腸など体のさまざまなところに関わっています、ね、心と体をつなぐ大切な神経でリラックスや消化、免疫機能の調整に関わります。ストレスを減らし腸内環境を整えることで迷走神経が活発になり、健康で体全体にいい影響を与えるんです。そして皆さん聞いたことありません？快感ホルモンのドーパミン、ストレスホルモンのノルアドレナリン、そして幸せホルモン、ハッピーホルモンって言いますよね、セロトニン。年取ってくるとセロトニンが減ってきてっていう聞いたことありませんか？そんなことはないんですよ。年取ってもみんなセロトニンはあるんです。っていうのはね、感情を支配する代表的な脳内神経伝達物質って言われているんですが、その多くが腸で作られているんです。すごくないですか？腸ってね、私たちの気分を支えてくれているんです。特にね、幸せホルモンと言われているセロトニンですよね。気分を安定させたりリラックスした気持ちにさせる大切な神経伝達物質です。でも意外なことに体内のセロトニンの 90% は腸に存在し、脳にはわずか 2% しかないんです。頭の中で幸せを感じてると思ってたらたったの 2% だったんですね。つまりセロトニンが増えると幸福感がアップして、その鍵を握るのが腸の健康ということになります。幸せホルモンね、セロトニンのほとんどは腸にあるために、腸内環境を整えることが心の健康にもつながります。腸を元気にすることでセロトニンが増え、毎日をもっとハッピーに過ごせるようになります。あなたがハッピーになればあなたの家族が幸せになります。ここが腸内細菌ということですね。まさに腸を整えれば心が整います。心が整えば腸が整ってきます。はい、ここまでがね、本当に気分をね、腸が気分を左右させる、すなわち腸の健康があなたの家族にも影響する。では次にちょっと急に話が変わりますけれども、どんな呼吸をしていますか？皆さん今ね、呼吸してない人いませんよね皆さん呼吸してると思います。毎日24時間1分足らずもね、毎日してると思います。でもどんな呼吸をしているか考えたことありますか？はい、口に任せありますから分かりませんそうですよね。もう喋ってるだけで呼吸になってますからね。だからね、どんな呼吸してるかあんまり考えたことはないと思う。鼻からやって口からね、そう最近覚えてますか？最近ため息をついたことはありますかってさっき聞いたんですけれども、ため息、これも呼吸なんです。すごいと思いませんか？でね、ため息はね、単なる呼吸のことではないんです。気持ちの表れだけではないんです。自然と体がリセットしてくださいという表れなんです。私たちがため息をつくとき、どんな理由があるでしょう？自律神経の調整や健康維持など科学的な背景が本当はあるんですね。困った時、そうため息の主な役割で、困った時ふーっとするとどうなる？ちょっとリラックスしませんか？でもふーため息終わった時、何か達成した時ね、安心感。でもため息って吐きますよね。
ため息吸う人いませんよね吐くっていうことは本当はとっても大事なんです。ふーって吐くと普通の時よりも息をいっぱい吐いています。そうすると次に来るのは自然に息を吸いますね。ふーって吐くと息を自然に大きく吸うんです。それによって肺が膨らむんですね。酸素の交換が滞ってくるとふーっと自然と吐いて、そして肺を大きくしてリラックスするんです。自律神経をリセットしてストレスを軽減させます。ため息はね、副交感神経を有利にさせてね、リラックスさせる効果があるんです。だからストレスを感じた時、自然とため息が出るのは体が自分を守るためにあるものなんですね。そしてまた呼吸のリズムを整えるためのものでもあります。深呼吸して落ち着いてと言われるのと同じ効果があるんです。はい、浅い呼吸をしていると体の不調につながりますね。もう浅い呼吸したらだんだん体が硬くなっていくのを感じませんか？だからため息をして大きくな息をして、この浅い呼吸をしていると体がどんどん不調になっていくのを助けてくれるのがため息なんです。ということは皆さん深呼吸が大事だっていうことはちょっと分かっていただけるんじゃないかなと思います。これは体のサインということなんです。ため息は体が自然とリセットしようとする生理的な現象なんです。肺や自律神経のバランスを整える重要な役割なんです。だからため息をつくとき、あなた休息が必要なんですよっていうことなんですね。ため息が出たらもう無理せず休息してください。ため息とともに、体の呼吸ですよね。呼吸が大事。こんなにたくさんの筋肉が動いてるんですよ、呼吸するためには。この中でいくつか聞いたことあるのが横隔膜とか腹横筋って聞いたことありませんか？このね、横隔膜っていうのがとっても大事なんです。なぜ大事かっていうと、腸と呼吸の関係してくるんです。息を吸うことによって横隔膜が動くことによって腸が動くということです。というのは、息を吸うと横隔膜っていうのは下がるんです。下がるっていうことは、その筋肉につられて肺が引っ張られて肺が大きくなるので横隔膜が下がります。息を吐くと横隔膜が上がります。肺をプッシュしてくれるんでしたから、だから息を吐く手伝いをしてくれるので横隔膜大事ですよね。そして横隔膜の位置にもあります。肺の下にある横隔膜が上がったり下がったりすることによって横隔膜の下にある胃、腎臓、肝臓、すべて内臓ですよね、押されたり引っ張られたりするんです。そしてその下にあるのは腸です。ですから本当に横隔膜を動かす深呼吸をするということは内臓のマッサージということにつながってくるので、呼吸も腸の活動に影響があるということがわかると思います。そして腸の血流を改善するということもあるんですね。だって上下マッサージされるから腸の血流、血の流れ大事じゃないですか。そうすると腸内環境が整いやすくなってきて、便秘の解消や腸のデトックスの助けにもなります。自律神経のバランスを整えてリラックス、深呼吸はリラックスの効果になります。そして副交感神経リラックスをすると腸の動きがスムーズになって消化の吸収を助けてくれることになります。ではちょっとみんなで深呼吸をしてみませんか？はい、腹式呼吸をしてみましょう。リラックスして皆さん背筋を伸ばしてください。鼻から息を吸って口から吐いてくださいね。口から息を吐くときゆっくり、そしてお腹もちょっと膨らませるように4秒で吸って6秒から8秒で吐いてみましょう。はい、よろしいですか？準備はいいですか？はい、吸って1、2、3、4、吐いて1、2、3、4、5、6、7、8、吸って1、2、3、4、吐いて1、2、3、4、5、
5、6、7、8。いかがでしたか？少し入らないですよ。上がらない？入らない。入らない？じゃあちょっと入るようにしてみましょうか。あれ？違う、ちょっと反対いっちゃった。はい。実はね、もう一つね、簡単にちょっと呼吸のサポートをするコツっていうものがあります。今ね、皆さんよぎこんな座ってますよね。手のひらどっち向いてますか？下向いてますよね。これをちょっと待ってね、右手を手のひらを上にしてください。で、左手でちょっと肩を触ってみてくださいね。手のひらを下に向けてください。手のひらを上にしてみてください。今肩微妙に動いてませんか？そうなんです。手のひらを上にするということはちょっと胸が開くんですね。そう、手のひらをね上に向けるだけでちょっと胸が開きます。そしてもうそれをちょっとみんな意識してください。両手今度開いて、ほら自然に肩が開いて胸が広がってくるんです。胸が広がると肺がしっかり膨らみやすくなります。手大丈夫です。膝の上で膝の上で大丈夫ですよ。疲れるからね。そして横隔膜が動きがスムースになってより深い呼吸を助けてくれます。手のひらを開くと心もなんか開いてきませんか？そうするとストレスも減ってきます。ではね、みんなでちょっと一緒にもう一度呼吸をしてみましょう。はい、きれいなねちょっと夕日を見ながら4つで息を吸って8つで吐く、3回やってみます。もう一度いきますよ。手のひらを上にしてリラックスして1、2、3、4、吐いて1、2、3、4、5、6、吸って1、2、3、4、吐いて1、2、3、4、5、6、7、8、吸って1、2、3、4、吐いて1、2、3、4、5、6、7、8。で、こんなこと簡単じゃないですか。お金もかからないし、どこでも暇な時にできるんです。ね、めいこさんが YouTube 見てる時も見ながら、ちょっと手のひらを見ながらでいいんです。深呼吸してみてください。そして今日の歌を歌いましたよね。その時もちょっと手のひらを上にして歌ってみてください。きっと軽くもっと空気を吸えて大きな声で歌えるようになるんじゃないかなと思います。こんな感じでね、皆さん深呼吸1日ね 2,3 回、今みたいに1回3回ぐらいでいいんです。ちょっと深呼吸をしてみましょう。体に全部に血が巡って酸素もどんどん取り入れられて体がどんどん軽くなっていきます。こんな感じでみんなと深呼吸していきたいと思います。腸は第二の脳です。呼吸でリラックスすると腸の働きが良くなります。お腹のマッサージ効果になります。だって横隔膜が上下下がるから腸の刺激にもなります。そしてもちろん体全身の健康にも直結します。いいですか？簡単です。薬とかサプリを飲まなくても呼吸するだけであなたの体の免疫が上がって風邪もひきにくくなるということを分かっていただけたかなと思います。次にちょっとまた難しいお話もさせていただきたいと思います。腸腰筋って聞いたことありますか？腸腰筋、皆さん絶対あるんですよ。腸腰筋最近ねよくつまずくなーなんて思う人いませんか？ありますか？というのは実はこの腸腰筋弱っているんじゃないかなと思うんです。っていうのは腸腰筋、ここのねお腹のところからここのももにまでのつながってる筋肉なんです。長い筋、ここにあるのが腸腰筋です。この後ろには胃があったり腸があったりするので、ね、腸にもつながった関係してきますよね。でもこの腸腰筋とっても大切な働きがあるんです。腸腰筋との腸は深い関係があるんですけれども、腸腰筋を鍛えることは腸の健康にもつながるんですよ。そう、腸の動きが活発になれば便秘の解消、消化力がアップしてしまう。腸腰筋は腸のすぐ近くにあるので、この筋肉が動くことによって腸も刺激されます。
そして今みたいにね、座りっぱなしや運動不足で腸腰筋が硬くなると腸の動きも悪くなります。そして腸内環境が整うと免疫力もアップします。で、今からちょっと今日みたいに涼しくなって風邪ひきやすくなる、免疫力欲しいなっていう時、腸活です。そのためには腸腰筋をほぐして腸を元気にして免疫力をアップしてみませんか？そして自律神経が整えば心もリラックスね。腸は第二の脳です。腸が整うと心も安定して皆さんリラックスして笑顔も増えます。ではね、またちょっとアクティビティタイムしたいと思いますね。腸腰筋を伸ばしてみましょうということです。立ち上がらなくていいです。座ったままです。ただこの腸腰筋、あなたにどんな影響をしているかちょっと見てみましょう。今座ったままで膝上げられますか？なんか上がりにくいな、重たいな、動きが悪いなとか思ってません？ちょっと今どのぐらいの力で膝が上がるか覚えておいてください。いいですか？それでは腸腰筋を伸ばしてみましょう。まず右手を上げてください、上に。そして左手で手のひらを上に向けてくださいね。そして手首を組んでもいいんです。そして左の上の方に斜めにぐーっと伸ばしてください。ぐーっ、はい、脱力して今度反対の手上げてください。そして反対の手で持ってぐーっと斜めに伸ばしてください。はい、脱力。あと2回やりますよ。はい、右手上げて左手で持って斜め後ろ横にぐー伸ばして伸ばして伸ばして、無理しないでね、気持ちいいぐらい。はい、脱力。もう1回。今度左手ぐーっと伸ばして気持ちいい。ここ伸びてますか？腸腰筋伸びてますか？はい、脱力。最後の1回です。もう1回、右手斜め左方向にグーって上げてください。気持ちいいですか？気持ちいいぐらいでね。はい、脱力。はい、最後の1個、左手キュー、気持ちいいですか？気持ちいいですか？はい、脱力してください。もう一度膝を上げてみてください。どうです？ちょっと上がりやすくなってませんか？さっきつまずきやすくなってるって言ってますよね。腸腰筋を伸ばしてください。ちょっと歩くときになんか最近つまずくなと思ったら腸腰筋が硬くなってるっていうことが気がつくと思うんです。これだったらこれお金もかからないし、どこでも好きな時に家でも外でなくてもできます。また外でもね、伸びをする感じで伸ばして、それだけで膝って上がりやすくなるんですね。それプラス腸のマッサージもなるね。一石二鳥三鳥といろいろと腸腰筋の活動を。さて皆さんの好きなこのちょっと終盤に差し掛かってきました。この発酵食品について最後にお話しさせていただきたいと思いますね。発酵食品ってどんなものがありますか？発酵食品さっき食べてるよって言った方、どんなものを食べてるか教えてください。漬物、納豆、お豆腐はね、発酵食品じゃないんです。チーズ、キムチ、あとはヨーグルトね、皆さん食べてますよね。さあ、発酵食品ってどんなものを言いますか？実は微生物の力で食材が人間にとってより良いものに変わった食品のことを発酵食品と言います。発酵食品にはね、欠かせない微生物の中にカビ、酵母、細菌の3種類に分かれます。カビとか思いません？でも実は人間にとってとっても、私たちね、特に日本人にとってカビ大事だったっていうことが今ちょっとねお話しさせていただきたいなと思います。はい、カビには麹菌、皆さんもよく知ってる麹菌ね、納豆じゃないや、味噌とかね、お醤油とか作るのが麹菌です。あと鰹節好きですよね。にも鰹節のカビ入ってます。皆さんパンも食べますよね。パンはパン酵母も発酵食品なんです。
でビール今は飲まないけど昔いっぱい飲んでたよとか、お酒好きだよっていう方にも酵母が入っています。そして最近には今言ったヨーグルトも細菌、あと納豆は納豆菌、これは細菌になります。この3つが発酵に大切な微生物たちです。で、私は特にね、麹が好きなんですよ。この麹ね、日本人には欠かせない麹だと思うんですけれども、実はね、この本当日本の豊かなね食文化の大きな貢献している菌なんです。おかげでね、この日本の代表する国菌とも言われるようになっています。っていうのは、日本人にとって長い年月、先祖からね何百年何千にもわたってこの麹によって体が元気に支えられているので、日本人の人たちには一番体に合った菌とも言われているので、皆さん麹大事にしてください。その中でも私が一番好きなのが甘麹、甘酒です。甘酒ってね、飲む点滴って言われてるのを聞いたことありませんか？実はね、350種類もの栄養に恵まれているんですよ。もうすべてのアミノ酸20種類全部が入っています。ですから体が弱った時にね、夏食欲がなくても甘酒を薄めて飲んでもとっても栄養になります。で、麹には健康によろしい作用がたくさんあります。免疫力を高める整腸作用、血圧が高い方、血圧を下げる働きもあるんですよ。もちろんリラックスもしてくれます。脳とか体が疲れたっていう時の疲労回復にもなります。もちろんダイエットにもなりますね。で、お肌にも優しいんですよ。こんなね、カサカサになったりアレルギーでちょっとかぶれたりする時の免疫力、バリア機能を高めてくれる。で、もちろんね、保水力、ハワイにいるとね、ついね乾燥になってしまうんですけど、この保水力も向上してくれます。新陳代謝を促し、髪ね、白髪になったこの白髪がツヤツヤになると嬉しいですよね。で、エイジングケアね、年取ってきたなんて言わないでください。エイジングケアもしてくれます。もちろんお肌、美肌にもいいんです。いいと思いません？甘酒飲んでる人っています？さすがです。そうなんですよ。美味しいですよね。私大好きです。次に味噌汁飲まないなんていう人いませんよね。皆さん馴染みの深い味噌です。味噌にも実は体にとって素晴らしいものがたくさん入っているんです。特に体に一番大事なタンパク質、糖質、脂質、この3つが完璧に揃っているんです。他にもミネラルやビタミン類もたくさんあります。味噌は栄養の宝庫。こんなにここ書ききれないぐらいなんですけれども、ちょっと分かってるだけれども皆さんが聞いたことがあるビタミン、ミネラルたくさん入ってるんです。すごいと思いません？これだけのミネラルが入ってるって。そしてね、味噌もね、大豆を発酵させて作られているんですが、同じようにね、麹菌の働きで大豆がタンパク質の分解してくれて体に吸収されやすくなっています。そして今言ったタンパク質ですね。体って 60% が水分で 20% がタンパク質なんです。今50キロの人がいるとしたら、そのうちの10キロがタンパク質なんですね。このタンパク質は20種類のアミノ酸でできているんです。だからね、今言った麹、甘酒、味噌の中にはその20種類のアミノ酸が全部含まれているんです。すごいと思いませんか？ということは、体を作るアミノ酸は20種類、11種類は体の中で、食べ物の中で合成して補ってくれるんですけど、あとの9種類は食べ物からしか取れません。そしてその20種類のアミノ酸が整うと、体のタンパク質が元気になってあなたの体を支えてくれる大事な役目になります。そうなんです。だから甘酒もね、酒粕で作る甘酒じゃなくて、この麹で作る甘酒。お酒といってもアルコールは入ってませんので安心してください。米麹を発酵させてできた飲み物なので大
はい、栄養素が細かく分解されているので体に吸収しやすくなっているんです。そして酵素も豊富なので消化をスムーズにサポートしてくれるんですね。そしてお味噌もさっき言いましたように体に吸収されやすくなっているので、それだけじゃなくて腸内の善玉菌の餌にもなってくれるんです。ですから腸内環境を整えて免疫力をサポートしてくれるんです。そうなんです。もう最初からずっと言っているんですけれども、腸は第二の脳です。皆さん毎日どんな食事をしていますかね。いっぱい発酵食品を取り入れてみてください。そう、体全体に、腸は第二のようですね、言ってますよね。で、全体に影響を与えるのが大事なのが腸にあります。腸内環境が整うと栄養の吸収が良くなるだけではなく、免疫力やホルモンのバランスの調整にもプラスになると考えています。だからこそ甘酒や味噌のような発酵食品を普段の食事にどんどん取り入れていただいたらいいと思います。まとめに入ります。長いことを聞いてくれてありがとうございます。まとめに入ります。腸活は腸内環境を整える活動のことです。そして腸と脳は密接につながっているんです。腸内環境が整えばストレスが減ってメンタルも元気になります。あなたのメンタルが家族のメンタルの元気にもつながります。はい、相乗効果により病気を予防して健康を維持しやすくなります。最初に掲げた健康寿命ですね。元気に長生きしてください。ね、寝たきりで長生きしても楽しくありませんよね。皆さんこうやって集まってこれるのは健康寿命なんですよ。健康だからこうやって集まってこれるんです。今日は長い間お話聞いてくださいましてありがとうございました。